傘なんてさしてどうしたの？静かに。カラスがこっち見てる。カラス？この前から狙われてるんだよね。まあ、相当派手だもんね。カラスって7歳相当の知能があるらしくて、カラスも7歳相当のおしゃれがしたいってわけね。それどういう意味？いえ、何も。相当 JLPT N3 レベルで勉強する副詞、名詞な形容詞です。この言葉には3つの使い方があります。1、かなり、すごく。物事のレベル、程度が普通よりもすごいことを表します。ポジティブな意味でもネガティブな意味でも使うことができます。相当派手だもんね。彼は日本で就職するために相当勉強したらしい。バイクは相当な速度で走っていった。これはかなり、かなりのに言い換えることができます。相当は書き言葉ですが、かなりは話し言葉です。ですが、これは会話でもよく使います。正確な情報を伝えたいとき、客観的な意見を伝えたいときなどに使います。では、もう一つの使い方です。2、ほとんど同じ。文の中のトピックと他の物事の価値や働きなどがほとんど同じレベルという意味です。カラスって7歳相当の知能があるらしくて、100万円相当のダイヤモンドが贈られました。N3 はセファールの A2 から B1 に相当します。今話している物事や価値を他のものに例えて説明します。例えば、それとほとんど同じです。それに対応していますという意味です。みんながよく知っているものや有名なもの、価値などを比べるとクリアになることってありますよね。そういう時に使います。3、それにふさわしい、それにぴったりな。能力やレベル、状況などがそれにふさわしいこと、それにマッチしていることです。カラスも7歳相当のおしゃれがしたいってわけね。この研究はノーベル賞に相当するだろう。自分の給料に相当する家を選ぶ。これは言い換えると、それにふさわしい、見合った、ぴったりのという意味です。例えば、7歳のおしゃれをイメージしてみましょう。7歳の女の子はダイヤモンドの指輪をつけますか？ハイヒールを履きますか？多分普通はつけないし履きません。これは大人のおしゃれです。では反対に7歳の女の子はロンパースを着ますか？これは赤ちゃんのおしゃれです。このように
イコールではなく、それぞれの程度、レベル、ステージに合ったものがある。それにマッチしたという意味で使うのが3つ目の相当です。相当の発音は普通、相当です。でも、何かとほとんど同じ、何かにふさわしいという意味のとき、そして名詞プラス相当の文のとき、発音は相当に変わります。次の例文を使って違いを聞き比べてみましょう。100万円相当のダイヤモンド。100万円相当のダイヤモンド。違いはわかりましたか？同じ漢字、同じ読み方の言葉ですが、使い方が変わると発音も変わる場合があります。気をつけましょう。相当を使ってどんな文を作ることができますか？コメント欄で練習してみましょう。皆さんの文をチェックして正しい文に修正します。みんなでやってみよう。Thank you for watching my video and おつわさびーも。バイバイ。